皆さんこんにちは、良一と申します。今日は僕が Amazon で衝動買いをしたこのアイテムを取り付けしていきたいと思います。では早速、中には説明書と本体が入っていますが、特に、今回は必要なさそうですね。早速本体を取り出しますが、これ自体はめちゃめちゃ軽いです。周りはですね、携帯のカバーみたいな感じですね。専用に作られているので、ロックボタンもそのままですね。スマートキーと比べると一回り大きくなる感じです。両サイドに爪で留まっているので、ここを外していきたいと思います。爪の部分を押さえるというよりも、サイド全体を押さえた方が外しやすいですね。無理に引っ張ると爪が折れそうです。ちなみに両サイドの爪はこんな感じです。僕は気づきませんでしたが、トップにもフックがありました。めちゃくちゃですね、小さくて折れやすそうなので注意してください。それでは、取り付けをしていきます。上のフックから引っ掛けてそのまま取り付けをしていきました。めちゃめちゃ簡単に取り付けが完了です。さすが専用に作られているだけあって、ぴったりですね。ロックボタンを押しても、ちゃんと光ってるのもね、確認できます。スズキのロゴも出ているので、おそらくこれも問題ないのかなと思います。あとはこのキーを抜くことができれば完璧ですね。まさかのですね、くぼみに指が入りません。なんとですね、小指も入りません。はい、やっぱり、どの指も入りません。先のですね、細かいものを使って取り出しをしました。男性の方、これ指入らないのでご注意ください。で、横着をした結果ですね、本体の方にしっかりと傷がつきました。気持ちを切り替えて、キーを元の位置に戻します。傷を守るはずがですね、自分で傷つけてしまうとは。皆さん取り外し確認をするときはぜひご注意をしてください。僕は、iPhone でね、iFace という携帯カバーを使っていますが、iFace をですね、薄くした感じで、質感としては似た感じです。何よりですね、見た目が一気にタフネスな雰囲気になってかっこいいです。以上、スマートキーのカバーの取り付けでした。ご参考になれば嬉しいです。今後もジムニーちゃんのカスタムやいろんなところへも行って動画をアップしていきますので、ぜひまたお時間ありましたら見ていただけると嬉しいです。またチャンネル登録とグッドボタンいただけますと非常に励みになります。最後までご視聴ありがとうございます。